にちは。TTS の川本です。この動画は量子コンピューターの基礎第4弾で、量子ゲートを使った演算を体験します。1+1 という計算を従来のコンピューターと比較しながら実装してみようと思います。よろしくお願いします。小学生でも解ける 1+1 をわざわざ計算機にやらせる必要はないわけですが、千里の道の一歩からということでやっていきます。電卓に 1+1 と打つと当たり前のように2という答えが返ってきます。これがどういう原理で動いているか考えたことはありますでしょうか？実は私は子供の頃の話ですが、あらゆるパターンでの計算の答えが電卓の中に記録されているものだと思っていました。実際にはそうではなくて、意外に頑張っているというか、地味な処理がたくさん動いています。1+1 イコール2と当たり前のように言っていますが、実はこれは10進数を使った人間向けの表現です。コンピューターに親和性のある2進数で同じ問題を表すと、01+01 イコール10になります。絵を使ってもう少し詳しく見ていきます。2進数の1は1ビット目が1の状態です。これを2つ足し合わせると、繰り上がって2ビット目が1になります。話が前後しますが、今行っている 1+1 は2ビットの足し算です。2ビットの足し算は 1+1 の他に 0+0、0+1、1+0 があります。これらをすべて並べるとこのようになります。答えの1桁目への動きと2桁目への動きは、それぞれ XOR 回路、AND 回路と呼ばれるものです。AND、XOR は論理回路と呼ばれるものの一種です。論理回路というのは、コンピューターのように電気的な信号を使って計算を行う装置の最小単位であり、AND、OR、NOT、XOR の4種類があります。4つの論理回路の動きをテーブルで表したものがこちらになります。AND は入力が両方1だった場合のみ1を出力します。OR は入力のどちらか一方が1だった時に1を出力します。NOT は入出力を反転します。XOR は入力が両方同じだった時に1を、異なる場合に0を返します。少年時代の私が考えたように、電卓のすべての計算パターンをテーブルに入れようとすると、大きなストレージが必要になって電卓が巨大化してしまいますが、計算を細かく、XOR や AND のような最小単位まで細かく分解すれば、容易にテーブルに入れることができます。千里の道の一歩からという言葉を冒頭に使いましたが、まさにそうした単純で小さな処理をたくさん積み重ねていくというのがコンピューターの仕組みです。1+1 の話に戻ります。1+1 を含む2ビットの足し算は XOR と AND を組み合わせたこのような回路で実現することができます。回路の動きを追いながら確かめてみましょう。0+0 では AND も XOR も0を出力するので答えは00です。1+0 と 0+1 では1桁目の XOR だけが1になるので答えは01です。1+1 では2桁目の AND だけが1を返すので答えは10になります。ちゃんと合っていますね。少し余談になりますが、コンピューターを使って計算をすることと回路を作るということが結びつかないというか、関係のないことのように感じられる方も多いのではないでしょうか。コンピューターとか電卓を使って計算するときというのは、いわゆるプログラミングみたいなことをしてコンピューターに命令をするのであって、回路図を書いたり、ましてハンダ付けをして回路を作るということはしないですよね。仮にハンダ付けをしてハード的に回路を組んでしまったら、その回路は特定の計算でしか使えなくなってしまいます。この問題を克服して汎用計算機としてのコンピューターの構造を考案したのがジョン・フォン・ノイマンの功績です。ノイマン型のコンピューターというのは
簡単に言ってしまうと何回でも組み替えが可能な積み木のような仕組みになっています。組み図に合わせて積み木を組み直すことでいろいろな作品を作れるのと同じで、プログラムに従ってコンパイルしたソフトウェアを逐次メモリに展開することで、一つのパソコンでいろいろな処理を実現することができます。では同じ2ビットの足し算を量子コンピューターを使ってやってみます。量子ビットの場合も XOR や AND に相当する小さな部品を組み合わせて計算を行います。この部品をゲートと呼びます。論理回路は基本的に4つでしたが、量子ゲートはもう少しいろいろあります。量子ゲート版の回路図を量子回路図と言います。2ビットの足し算を量子回路図で表現すると、このようになります。先ほどの論理回路図と並べて表示しています。CNOT、TOFF と書いてあるのが量子ゲートで、それぞれ CNOT ゲート、トフォリーゲートです。CNOT ゲートは、2つの量子の挙動をコントロールする2量子ビットゲートの一種です。1信号目が1の時に、1信号目が1の時のみ2信号目を反転するという動きで XOR に相当します。トフォリゲートは3量子ビットゲートの一種で、1信号目と2信号目が共に1の時にのみ3信号目を反転するという動きで AND に相当します。個々のゲートの動きに注意しながら4つの足し算を見ていきます。0たす0では一切反転が起こらないので答えは00です。0たす1では2つ目の C ノットが、1たす0では1つ目の C ノットが反転を生じ、答えは01になります。1たす1では両方の C ノットで反転が生じた結果、出力の1桁目は0に戻り、さらにトフォリゲートによる反転で出力の2桁目が1になるため、答えは10です。論理回路と量子ゲートで動きは異なりますが、2ビットの足し算としては全く同じ処理を実現できたということがわかります。なかなか難しかったというか、座学だけでは実感が湧かないというところもあると思いますので、実際に動かして体験してみます。前回までに使っていた D-Wave と同様、量子ゲートについても実機を動かすクラウドサービスや Python を使ったシミュレーターがあります。今日は日本のブルーキャットという会社が作っているシミュレーターを使います。時間の関係で 1+1 だけやってみます。先ほどの量子回路図で見た動きと同じように1101という答えが返ってきました。最後に応用です。今回 1+1 という長方的な計算を量子ゲートを使って作ってみました。結果、すごく難しく感じました。私は学生時代から量子コンピューターに関わっていたというわけではないんですが、一応理系の研究者でそこそこのプログラミング技術も持っています。それでも大変だったので、少し偉そうな物言いにはなってしまうんですが、使いこなせる人が限られてくるというか、かなりの覚悟を持って取り組むという必要があると思います。どういう気持ちでチャレンジしていけばいいのかというところを考えてみようと思います。現行のコンピューターを使って 1+1 を計算するアプリを作ろうと思ったとき、動画の前半でお話ししたような論理回路やコンピューターの仕組みなどは考えません。単純に 1+1 と書けば済みます。これはノイマン型の構造に加えて、コンピューター言語が充実しているからです。コンピューター言語というのは、人とコンピューターの間の相互を埋める翻訳機のようなもので、プログラミングに使います。ご覧いただいているのはコンピューター言語の歴史です。かつて、まだコンピューターが黎明期だった頃は、コンピューターに何らかの処理をさせようとしたら、コンピューター側の構造に合わせて指示を与える必要がありました。機械語とかアセンブラーと呼ばれるコンピューター言語で、1940年代くらいまでは主流でしたが、今現在でこれを書ける人はほとんどいないと思います。ちなみに私は C 言語から入っています。C 言語は
今現在も使われている有名な言語ですが、私の世代では若干オールドファッションです。特に研究系だと MATLAB や Python のようなインタープレットしか書かないという人も多いと思います。私も今 Python ばかり使ってますので、たまに C 言語を書かなきゃいけないということになるとすごく億劫になります。ましてや今から勉強してアセンブラを書けと言われたら仕事が嫌になってしまうかもしれないです。今回量子ゲートを使った演算を作ってみて、これは機械語レベルへの先祖返りだと感じました。動画内の体験もプログラミングをしているというよりかはパズルでもやってるかのように見えたのではないかと思います。実際私のように現行のパソコンに強いという方はむしろ苦手意識を感じるかもしれないです。どちらかというと電気屋さんとか紙に設計図を書くような仕事をされている方に向いているというふうに思います。もちろんこの先量子ゲートに関してもノイマン型のように汎用的で使いやすくなったり Python のような高級言語が出てくるという期待があります。ただ実績として例えばアセンブラが Python になるには50年かかっています。というところで、私が生きているうちに、現役のうちに、つまり、今後40年くらいの間で量子ゲートで仕事をしようと思ったら、アプリケーション開発ではないと思います。量子コンピューターそのものか、その開発環境を作っていくような基礎研究になるでしょう。経済的な成功を目指して取り組むというところではいろいろと戦略がいるかもしれないです。この動画では量子ゲートを使って 1+1 を計算してみました。次回もシミュレーターを使って量子ゲートの計算を体験します。1+1 よりはもう少し複雑な問題にトライしてみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。